こんばんは。5分。今日は時間通り来れました。よし。で、前回、どうしようかな。今回、地上編をやっていきたいと思います。あれを探しに行きます。で、これがね、前回一応ちゃんと覚えてた例の文字なんですけど、どうしようかな。まずこれ見せようか。これがですね、今のところ、僕が一人で解析というか解読した結果なんですけど、でこのままだとちょっと意味がわからないんですね。でこれが合ってるかどうかもわかんないけど、っていうのを後でもうちょっとね詳しくみんなにも見ていただこうかと思っててっていうのはあるんですけど、まずそれじゃない方をね、ブレワイ続編の、伏線らしきものを探すっていう方を先に行っちゃいましょう。ということで地上に行きます。これ労働っていうやつがないから、こうやって終了するしかちょっと方法がないですもんね。なんとかならないかな。皆さんありがとうございます。古舘エリカさん、ソライロのベッドさん、ポロニウムさん、ハイネコさん、白線さん、伊沢さん、プチキューさん、タツトゥーさん、こんばんは。ブレワイ族のボスが主演のものの理由をして、それですね。それちょっとまとまったらまた動画にしますね。そうだな、ちらっと話すと、音がないやつないからな。どうしようかな。載せようがないな、ちょっと。なんか軽いことから話すと、触りだけちょっと話すと、ブレバイ続編の PV、ファースト PV とセカンド PV がありますよね。で、それで、ファースト PV の、最初のシーン、心臓の鼓動の音と一緒に、緑色の光が左下から右上に上がっていくシーンがありますよね。あれと、セカンド PV の最初の終焉のものみたいなね、濃い怨念のが左下から上がっていくっていうシーンがちょっと似てるのがちょっと気になってて、でちょっと見てたんですけど、でスカイボードソードをやってたらですね、そのセカンド PV の最初の左下から怨念が登ってくるようなシーンみたいな似たようなシーンがありましてですね、っていうところから調べ始めたっていう感じですね。まとまったらちょっと動画にしたいです。映ってない。そうだ。ごめんなさい。ずっと気づいてなかったです。すいません。気づかず喋ってました。ブッチさん、こんばんは。配信は初見でございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。皆さん大丈夫ですかね。今日探すものっていうのは理解していただいた上で見てもらってる感じだと嬉しいんですけど、はい。
で、わからない方は動画説明欄に、別の動画をね、貼ってありますので、それで、まあ3分ぐらいでちゃちゃっと見れる動画なんで、それ見ていただければ何を探してるのかっていうのは説明してあるので、よろしくお願いします。マグロさん、こんばんは。画面がすいませんでした。全然気づかなかった。でね、どうしようかね。そう、時の神殿、これ、時の神殿かな。時の神殿あたりが、僕、しっかり見たことなかったんで、で、以前に、考察視点のスカイウォードソードっていうシリーズでですね、なんだろう、Wii 版で、時の神殿周りを、折っちゃった。時の神殿周りをビートル飛ばして見たりしたんですけど、それ以降やってなかったんでね、っていうのは HD 版でそれを見てなかったんで、そこもねちょっと隠れてるところなので怪しいかなと思って一回見ておきたいです。なので今時の神殿をまず目指しますね。どっか近いとこから降りた方が良かったね。ちょっともう一回入り直しますね。ちょっとアミーボを使って。今回はそうですね。今回は地上編です。で、最後の方に、時間を作って、解析の方に移りますね。ちょっと時間見ながらやっていきます。で、その文字を解析するっていうことについても、その動画説明欄の動画で説明してますので、そちらをよろしくお願いします。で、さっき僕が気づかずずっと表示してた通り、こちらでね、ちゃんと用意しましたので、解析するための材料をね、ちゃちゃっと話すと、空の塔の入り口らへんに、トアプリで使われてた、トアプリの時代に使われてた、ハイリア文字が書かれてて、らしきものって言えばいいのかな。限りなく近いだけど、全く同じかどうかがまだ分からなくて、そこもちょっと調べながらっていうところなんですけど、でそのトアプリの文字はアルファベットに対応してるんですけど、でその表も一応今日この配信用に作って用意してますので、なんかあったね今用意してますので、それで皆さんにもね協力していただきながら、なんかあったよね。気のせいあれ。右下の方になんか茶色い、なんだあれ。普通の壁かもしれないです。なんでもなかったらすいません。一応ダッシュで。これ。あれか。鳥が向かい合ってる。これですね。これがありました今。これがあったんだ。ここ怪しいとは思うんですけどね。ドクコさんこんばんは。A 君さんこんばんは。キーボードのカナのところに割り当てるとニコキクカナストヒハソタ、特にそういうことか。なるほど。カナ変換で、なるほど。その発想なかったですね。ありがとうございます。面白い。ありがとうございます。調査結果。ちょっとこっちから最後ね。これ以上はちょっとこんなになんだろう、難しいところにやっぱ置かないかな。分かりにくいっていうところは
あるのかもしれないんだけど、こんな何度も挑戦してやっといけるようなところではないと思うんですよね。んで、時のオカリナのパターンで言うと、ダンジョン内ではないのかなと。いやでも分かんないですけどね、今までにないパターンがあるってことも全然考えられるんですけど、そこも一応捨ててはないんですけどね。あとは、ここら辺で言うと、こういうなんだろう、ちょっとした建物とかですかね。で、こういうラネール連石場とかっていう大型ダンジョンではないと思うんですね。なんで、ここら辺ちょっと行ってきましょうか。こっからそんなかかんないかな。あ、かかりそうだな。かかりそう。ちょっともう一回飛びますね。素早くやっていきます。ケンジュ中村さんこんばんは。アリオニさんこんばんは。ミファーのいのりさんこんばんは。自分なりに探したんですけど全く見つかりません。ありがとうございます。ないんですかね、もしかして。なんかその可能性もちょっと考えていますね、最近。というのは、やっぱり一番濃厚なのはやっぱりスカイロフトだと思うんですね。だけどそこにはなかったので、ちょっとなんだろうね、諦めてるっていうか、なんだろう、ないのかなともちょっと思いながら探してます。わかんないんでね、本当に探すしかない。ミーネコさんこんばんは。よいしょ、ちょっとごそごそ言います、すいません。だいたい室内ですよね、確かそうでしたね。時のオカリナの例で、あれも室内か。そうですね、屋内というかでしたね。そういえばそうか、あれは外じゃないもんね。10時半から約束がある。あ、はい、ありがとうございます。時空石が起動している時だけとか、話が進んでしまうと見れないような場所が怪しいとなると、ありがとうございます。となると、あれか、空の塔とかで、今日たまたまその文字の解析の件で、解読の件でね、データが残してあるんで、ちょっとそれで見ていきましょうか、後で。じゃあラネール見終わったらそこ行きましょう。ありがとうございます。それだ。ちょっとまだね、ボタン操作が慣れない。あ、っていうか、あそこに出てるじゃん。あらになってた。ちょうど終わる。そうですね、10時半ちょい過ぎか、11時近く多分終わると思います。長ければ11時半とか行っちゃうかもしれないですけど、こういう壁ですよね。真のマスターソードやっぱり強いな。あれはいつものやつか、太陽みたいなやつかな。あ、ですね、一緒ですね。辛口モード限定とか、なるほど。限定っていうのはなんか確かにありそうですよね。何々限定か。取り返しのつかない要素。ありえそうですよね。ちょっと壁とか見ていきますか。今までね、確かに今までのパターンだけで見ちゃいけないのかもしれないですけど、今までのパターンで言うと天井はなかったですよね。
でもその次の作品の伏線の当たり前を見直してる可能性もあるんでわかんないですよね。次じゃあここ行く？ここ行きましょうか。で他、あ、そうそうそう、クックボ船長のとこね、僕自分で行きまして、それらしいものはなかったですね。一応見せてもいいような気がしますね。やっぱあそこは楽しいですね。ワクワクします。クックボ船長の家はあそこか。ミニペさんこんばんは。こっちか。駒井さんって読むんですかね。ごめんなさい。こんばんは。なんか最近だんだん漢字が読めなくなってきて、もうダメなのかなと思ってきてなんか俺ってダメなのかなと思い始めてきて、ちょっと落ち込んでますね。昔は漢字すごい読めたと思ったんですけど、読み方を忘れちゃうんですよね。あそこに行くには行けるか。とりあえず一回奥まで行きますね。たまに風車穴になるのめっちゃ上がると。テリーの店って見回せたりできましたっけ？ああ、テリーの店か。気になりますね。あれ、これ、あ、ショートカットリセットされてる。ちょっと諦めようか。ここはちょっと僕的に、まあ皆さんもそうかもしれないですけど、ちょっとここにある線は薄いかなと思ってたんで、ちょっと一回スルーしますね。先週どっかのデータ残しとくって言ってたの、あ、残してあります。はい。空の塔と、あとライデュー・ラネールのところか。そっか、それ見せてなかったですね。あとは船長、体格なのになんであんな妙な場所に、なんでしょうね。なんでしょうね。防犯のためなんでしょうか。わからないですけど。ここらで言うともうないか。クックボさんち一応見せておきましょうかね。行きましょうか。じゃあちょっと登るまでに時間かかりそうですけど、データ用意しときゃよかったね。すいません。あ、新川さもきさんこんばんは。読まないと読めなくないそうですよね。それありますよね。だんだんとね、やっぱなんか慣れみたいなもんもありますよね。フォローありがとうございます。クックボさんちとりあえず行って違うところ行きましょうか。一回じゃあテリーの方とか行きましょうか。テリーのはこっからだったな。
そこの壁、ブレワイの鉄箱、ああ、8方向のマークありましたね。あれ結構、なんでしょう、砂漠の地方に、地帯にあるんですよね。何なのかよくわかんないですけど。なんかゲルド族の、っていうか、ガノンドルフの服にもあるので、もしかしたら、後々ゲルド族を象徴するマークになるのかなとか勝手に今のところ予測してますけど、あれ作業船来ちゃったよね。なんか喋りながらやってたら作業船来ちゃった。間違えた、すいません。クックボさんち、こっからか。近いのかな。そんなに遠くはないか。ごめんなさい。ルイッチェさん、こんばんは。なかったとしてもアップデートで増える可能性もあるから、アップデートごとに見ないとですね。そうですね。なんか DLC とかそういうのあったりするんでしょうか。あったらいいな。空から行った方が良さそう。船結構時間かかるからな。思ったんですけど、ブレワイや夢島には伏線のやつってあるんですか。ブレワイや夢島、どうなんでしょうね。どなたかもそれコメントくれましたよね。ブレワイに次発売の夢島の何かがあるのかっていうのありましたね。例えばターリンシッチとかそういうので言ったら多分それには入らないと思うんですよね。他のそのトアプリでもカミトラでもいろんな由来のやつがありますから、地名とかサハスーラとかいろいろあるんで、それではないですよね。だからそれ以外にあるかって考えたらちょっと分かんないですね。確かにあってもおかしくないな。無視していけるのかな。で今ボタン操作でやってるんですけど、もうなんかやめられなくなりましたね。ボタン操作やっぱりやみつきになりました。縦が押し込みだったな。こっちもうちょい慣れればいいんですけど、まだそんなに変えてから慣れてないんで、そんなにうまくはプレイできないですけど。さあクサクといきたいな、ここは。ワンチャン目視録にあった。確かに。純九郎さん、こんばんは。こっちか。船長までそんな多分かかんないですよね。船長までっていうか船長の家まで。で次はおっとこっちか。敵は結構無視でいきましょうか。サクサクいきたいね。でダッシュしながら
カメラを回せないっていうのがちょっと不便だなと感じましたね。それは別にボタン操作だからとかいうやつじゃないですけど。あ、ダメだった。当たる直前でゆっくりしようか。オッケーオッケー。あ、ピカさんこんばんは。間違えた。オッケーなんだ今の。あーダメか。次ですね。ST 先生こんばんは。ST 先生さんこんばんは。ゼルダの部屋もう行きました。行きましたね。行きましたけど、後でスカイロフト行くんでもう一回見ときましょうか。てか皆さんにも見せておきましょう。なんかそれらしいものはなかったですね。一応そうだ、これ2階に上がったことなかった。2階って言っていいのか、2階かどうか分かんないですけど。あれ違う、これか。セミがいるだけか。ないですね。うわよかったよね逆に。ぶねえ、地獄みたいな思いするとこだったね。アップデートごと無限。そうですね。ちょっと待ってくださいね。もう一回皆さんと一緒に見ていきましょう。これ慣れないな。アイテム切り替えだけやっぱりちょっと難点あるな。皆さんどうですか操作性。僕ぶっちゃけあんまりなんか最初すごいいいなと思ったんですよ。実は思ったんですけど、ビートル手に入れてからあれってなんか思ってきて、ちょっとあんまり治ってねえぞこれって思ってやってたんですけど、違うか、最初パチンコで思ったんでしたかね。これ治ってないな、 Wii 版から操作性そんなに良くなってないぞって思って、ビートル手に入れてからもてか手に入れてからまたそれがね如実に感じるようになりまして、なんか修正されたりするのかな。タンスあった。開けてないかも。こういうのがあるんだ。他にあるかなタンス。なかったで、壁にかけてある絵もねそんなに気になるものはなかったね。多分 Wii 版と全く一緒なんでしょうね。で、床にも絵が1個落ちてた。2つだったかな。これか。で、これっていうのがその周りの絵見ると分かるように、なんか同じようなこういう突起があるんですよね。なんでこれはスカオのここらのね、太古の昔海だったっていう時の絵なんでしょうね。だから特に手がかりというわけにはならないのかなと。モリーブに俺を踏み台にしたと。ちょっとね、盾すごい便利なんで、機械野人たちってメンテナンス次第で寿命永遠そうなのに、なんで絶滅したんでしょう。なんででしょうね。絶滅してないのかもしれないですけどね。
どっかにいるのかもしれないですけど、でも全然普通になんか使われてないってことはなんだろうね、まあ、形を変えて別のものになったんでしょうかね。マーク2マーク3とやっていった結果がブレワイのガーディアンみたいな感じになったのかなとか。でも喋れなくしたっていうところがちょっと考えるとちょっと不自然かなとは思いますけどね。なんか違うのかな、関係ないのか。でもそうそうそう、それついでにちょっと話すと、砂が蘇ってる。これがですね、R シリーズの頭が縄文土器みたいになってるんですよね、ちゃんと。ブレワイのガーディアンみたいになってるんですよね。でハイラルヒストリア見たらやっぱりそういう縄文土器とは言ってなかったんですけど、なんて言ってたかな、なんか書いてあったんですけど、なんかね、土器をイメージしたかなんかそんなような感じで書いてあったような気がしますね。金属じゃなくてどちらかというとそういう土器のような温かみのあるデザインにしましたみたいな、そんな風に書いてあった気がします。だからまあね、そこら辺の裏設定がねどうなってるかわかんないですけど、ひょっとしたらガーディアンと関係あるかもしれないですよね。じゃあ一回スカイロフト行きます。他のゼルダ要素としてはゼルダの部屋にあるチンクル、チンクルありましたね。ぬいぐるみみたいなありましたよね。ちょっと見に行きましょう。入れなかった、残念。自動でクロス、そうなんですよ、直されるんですよね。ジャイロがねちょっと、そこですかね、やっぱり操作性っていうか結構不満に感じましたね、正直。やっぱみんな感じてるんじゃないかなと勝手に思ってますけど、僕も同じようなことを感じてるんじゃないかなと。でそういう声がねたくさん届けば、たくさん出れば修正されたりもありえるですよね、多分。治ってほしいなとは思います。テリーどこ行った？どこだ？そうか、テリーのお店の中見たことなかったかも。あんまりちらっとは見たんですけどね。個人的に夢島大好きだったからか、ブレワイの音楽は夢を見る島っぽい曲が多かったイメージですと。ブレワイか。カメラ動かせないみたいですね。これならいけた。カメラだけだとこの今リンクが見てるこっち側見れないんですけど、このダウジング使うと見れますね。これはちょっと期待していいかも。こっち側ないか、何もないな。
うん、残念。カブトムシ一緒ですね。あとはそっかそっか、ありがとうございました。ちょっとすっきりしました。じゃあゼルダのお部屋行きましょう。今見てくださってる方の中でハイラル百科持ってる方ってどれぐらいいるんでしょう。ちょっとそれによってはなんだろ常時さっきの空の塔のやつをね、画面の隅に置いておきながらっていうのもできるんですけど、でもそんなに小さくしても見れなくなっちゃうだけなんで、そういうことはできないんですけど、ゼルダの部屋は2階なのか。1階開けたらもう正面から開けれるんですかね。持ってます。ああ、割といるのかな、もしかして。入れるんだね。あ、よし。ちょっと待ってくださいね。Wii の時の癖で注目をちょくちょくしながらダッシュとかする癖が抜けな。そうなんすよね。なんかわかりますよ。なんかなんだろうな、あと Wii の時の癖とブレワイの時の操作の癖とがいろいろごっちゃごちゃになっちゃって、ボタン操作だからってブレワイとはなんだろう、それほど近くないっていうか、だからちょっと混乱するんですよね。これの違うアングルが見れたらいいんだけど、やっぱカメラ戻っちゃうな。なさそうかな、何も。本棚とか、あとこれか。これをやってなかったな。とりあえずぶつかってみるっていう。時岡のパターンは木箱をぶっ壊した後ろでしたもんね。後ろの壁だったので、何かを壊して初めて出てくるみたいなのは全然パターンとしてあると思いますが、ゼルダの部屋はちょっと何もなかったっぽいな。あとはどこかな。さっきどっか言ってましたっけ。あれか、空の塔か。ブレワイ仕様だったら絶望でしたねと。沈んで戻ることもできる砂漠ですかね。服とかアブチェとか家とか自然やら地形やら模様やら、確かにでも探し出したらね、キリがないですけどね。ある程度決めてから行かないと見つけられるもんも見つけられないですけどね。ちょっと次、モルセがここに来るんだ。僕今回モルセゴを人間にするっていうのが初めてだったんで、今びっくりしました。今回スカウ HD で初めて人間にしてあげれました。ここに来るんだ。でここの道具屋の奥を前ね、そんなにしっかり見てなかったような気がするんで、もう一回見ましょうか。この奥だな。ちょっともう一回見ましょ
ないかな。ないっすね。この奥には入れないから、これ以上のアクションはできないので、なしと。じゃあ、一回空の塔を見てみますか。となると、あれか。ちょっと謎解きながらになるけど、どうしようかな。で、本格的なダンジョンっていうよりは、そのなんだろうね、間の通路とか、そういうとこにあると思うんで、そういうとこ見ましょうか。なんか通路のどっか脇とかさ、そういう場所を見ていきましょうか。天井見てなかったかも。ちょっと一回コメント読みますね。小ネタ程度ですけど、アイテム切り替えって A ボタンとかにも対応してるんですよね。アイテム切り替え A ボタンに。あ、そうなんですか？切り替えが A ボタン？ほんとだ。これ B で YXA で A と B。なるほど。知らなかった。ってことはあれこれもか。あ、そうなんだ。なるほど。ありがとうございます。初めて知りました。テラコの先祖。コキリ、コログ、ゾーラ、リトみたいなミラクルが起きたのかも。進化。なるほど。環境によって形変えるみたいですからね。それは人間も一緒か。たった今気づいたんですけど、この形、セーブポイントの石像の鳥じゃないこのバージョン、これと一緒なんですね。この形何なのかなってずっと思ってましたけど、わかんないですけど、未だにわかんないですけど、これが何なのか。でも同じものがありましたね、ここに。女神関係のなんかっていう、すごいガバガバなことしか言えないですけど、一回中入ってみましょうか。適当にバババッとやって、ああそうか、これでいいか。どうかな。ファイももう一度出てきて、そうですね。ブレワイ2にゴロン族って最古の時代のスカオからずっといますけど、どんな生き物な。スカオの時代って火山に住んでなかったんでしょうか。火山でゴロンって見ましたっけ？ラネールの方で見ましたよね。あれはマルゴだからか。フィローネでいたな。ゴロン族スカオ時代の時って何してたんですかね。ちょっと考えてみたら分からなくなりましたけど、こういうところかな。なんかなさそうだな、空のと。ちょっと待って、やり始めたところですけど、空のとちょっと断念しますね。なんかその通路からしてもダンジョンしてたので違うかなって気がすごいしてきました今、一気に。ちょっとじゃあフィロネ地方行っていいですかね。今50分か。テリーの島、なるほど、テリーの島か。テリーの島見ましたね。
テリーの存在も謎。確かにテリーの島見ましたね先週。うん、持ってます持ってます。ハイラル百科結構持ってない方も結構いますね。ありがとうございました。うん、なるほどね。どうだろうね。10時10分か20分ぐらいになったらその文字の解読の方行きましょうか。それまではちょっとみっちり探しましょう。封印の神殿そんなに見てないかも。あとそうだ、女神像落ちてきてからろくに見てないかもしれない。ちょっと見に行ってみよう。ここら辺見てないわ。そうですよね。先週ストーリー進んでなかったから、そうか、見てないわ。そうだ。猫又さんこんばんは。よもぎさんこんばんは。ゼルダのカエルの思い出、空を飛ぶミニゲームかネイビーの村っぽい BGM だと。カエルの思い出なんだろう、写し絵の記憶ですかね。ハイラル城が目覚めの歌に似てると思っていますか。夢島の音楽たちがブレワにたくさん入ってきてるんじゃないかっていうことですかね。なるほど、似てる曲があるってことですね。ここらへでもこっちよく見てないな。そうここね、通れなくなって、なるほど。ちょっと内側行ってみようか。内側行ってないわ、あれから。なーにもないかな。これさっき見たね見たね。降りてきてからこれ入れなくなってんだね、中には。知らんかった。こっちから来たことないな。六賢者のメダルとなかったですね、何も。Wii 版だとモルセゴさんエンディングロールにしかいなかった。そうなんですか。そうなんですか。モルセコとブレワイのモルセコと似てますね。多分元ネタですね。モルセゴそうなんですか。なんか追加されたりするのかな。ないか。
なさそうだな。そうか、この中、そっか。ムービーでしか見れなかったね。で、あれ流すと音量がめちゃくちゃでかいことになるんで、流せないんですけど、しまったな。無音バージョンを用意しとけばよかった。何もなさそうかな。ちょっと過去行きましょうか。せっかくなんで。そうだ、そこも行くっていう話してましたね、前回。ハイリアの神殿とハイリアの地行きましょうか。こここそかなり限定的な場所ですもんね。ちょっとコメント読ませてください。さっきショートカットがリセットされていなかった砂漠のところを見てみましたが、特にありがとうございます。はい。ボタン操作だったけど、いつもスティックでやってたなと。アイテム切り替えですね。あれは気づかなかったですよね。これさ、影の一族のマークにかなり似てるね。丸があって、それをちょっと半円の途切れた大き半円で囲んでて、その先に線がある。そこに似てますね。下の方どうなってんだろう、あれ。ちょっと気になったんで見てみていいですか。こんな風なんだ。こんなマーク見たことないね。今までのゼルダゲームで見たことないんじゃない？こんなの。なんか人の形してるのかな。両側がなんか天秤みたいになってる。天秤みたいになってる。ブレワイセカンドのブレワイ続編のセカンド PV のアイゴールみたいなやつにちょっと似てるっちゃ似てるかな。なんか両側がブラーンってなってる感じ。まあでも考えすぎですね、多分。なんだろうね。何のマークだろう、あれ。初めて見た。気づかなかったな。ゴロンは古文書とかの研究をしてたので知能はかなり高す。確かにそうですね。マルゴなんか考古学者って言ってましたからね。こっちも行ってみましょう。ゴロンって放浪してるイメージはありますけど、一部のゴロン族が旅してるだけ。それが分かんないんですよね。気になりますよね。ゴロン族の多くは例えばオルディン火山にいたのかな。でオルディン火山も別に全部見て回れるわけじゃないですもんね。オルディン火山っていうか、その火山地帯全体をリンクが歩けるわけじゃないんで、そのマップ外で見れてないところにいたかもしれないですね。どういう設定になってるんかちょっとよくわかんないですけど。
あれの格好の例はストーリー序盤でいけるかとも関わってくるんですか。限定とか、そういうのはあるかもしれないですね。時岡はそんなことないですけど、神トラ2もそんなことないか。あ、まずいね。まあちょっと渋ってみようか。他にはフィローネ地方で言うと、あとはね、そうそうそう、さっき文字の解読がなんとかって僕言ってましたけど、違う文字についてちょっと気になってることがあるんで、ちょっと見ていただいていいですかね。今そこまでいきます。で、過去の放送見ていただいている方は知ってるかもしれないですけど、僕がなんか言ってたんで取り上げてたんで、それも見てた可能性もあるんですけど、ちょっとしばしお付き合いください。ちょっとあの文字何だったんだろうなってずっと気になってるんですよね。こっからはいけないか。そうそうそう、アミーゴがねほんと便利。ただ空に行くだけっていう使い方もできるんですよね。これすごいですよね。実は別作の元となる大地が存在してて、いけないだけでゴロンやらゾーラがいたりする。ちょっと色がこっちかな、合ってるね。よし。あとはどこだあれは。こっちか。森のとこバグで行けないとこ行けるの知ってます。はい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 、ありましたね。なんか柵登ってブレス・オブ・ザ・ワイルドになるやつですよねあれ面白いですね。Wii 版からあったやつですよね。試したことはないですけど、見せたかったっていうのはこれなんですよ。これ多分文字だと思うんですけど、何だと思います？やっぱ文字ですよね。でどことなくね、この先が鍵っぽくなってるこのなんだろう、ちょっとうまく表せれないですけど、これなんかゲルダ文字に似てたりしますよね。で全体的になんかグネーンってなってて波打っててゲルダ文字にちょっと似てるんですよね。でブレワイ続編のファースト PV に出てきた文字、緑色の文字あるじゃないですか。あれが結構ゲルダ文字に近いよねって言われてて、だからそっち系の何かだったりするのかなとか思ったりするっていうことをね言いたかっただけです。すいません。あとフィローネで言うとちょっと気になってるんですけどね、その文字が今んところその調べようがないので無視してますけど、よいしょ。
封印されし者が封印されてる一番下のところの壁にオープニングの絵と、ありましたね。オープニングの絵とちょっと見てみましょうか。そこありがとうございます。そこもう一回行きましょう。なんか紛れてるかもしれないですよね。でブレワイ続編、僕らが勝手に言ってるだけですけど、過去の世界冒険するんじゃないかって言われてるじゃないですか。だからそこら辺の太古の昔の絵となんかちょっと一致するようなところがあったりしてもおかしくないですよね。ダメだ、これだとダメなんか。であれか、ハイリアの神殿行きましょうか。過去行って見に行きましょう。そっちの方がより限定的だから線としては濃いかな。いいですね、ありがとうございます。メタ的な意味付けもできるかもですが、貴族が人の男性と女性を見分けられることは人との交流があるからと考えてほしいです。C 家族も近くに住んでるのかもと考えてしまいます。そう考えたことなかったですね。そうか。性別ね。なるほど。この中ですよね。あそこか。他の壁にもなんか絵があったりとかするかな。ここは確かに怪しいな。見ていきましょう。で僕そのオープニングのねムービー全部はしっかりは覚えてないですけど、ここら辺はあれだよね、戦ったみたいなやつだよね。7人そうか、女神ハイリアと7つの種族で戦ったみたいな話だったっけ。ゴロンは脳気なイメージしかない。そうですね、僕もそうでした。でこれがスカイロフトが打ち上がったというやつだな。今んとこ一緒か。上らへんにもそれらしいものはないかな。なさそうですね。ないということが分かりましたね。これは進歩ですよ。いいですね。じゃあ次のとこ行きましょう。あれ、そうか、過去だからいけないんだ。そりゃそうだよね。誠の女神メガネ絡み。あのマークか、謎のマークか。誠のメガネか。誠のメガネはシーカーシンボルみたいなやつですよね。それで思い出しましたけど、時空石に関して何人かの方からコメントいただきましたね。時空石の模様がシーカー族の模様っぽいみたいなありましたね。であれって後から加工して手を加えて模様ができたんじゃないと思うんで、どうなんだろうね、そこは分かんないですけど、なんか装置の上にでっかめの時空石があったんで、だから加工した後なのかな、あれよく分かんないですけど、でもはっきりとシーカー族のこういうねシンボルがありましたよね。
シーカ族のシンボルはもともとは例えば目じゃなくて時空石にそういう模様が描かれてたからそっから取ったものだったのかなっていう考え方もできなくはないですよね。シーカーシンボルは時空石由来かもしれないっていうことですね。あくまで可能性の一つですけど。北米版アニメリンク。今の若者は知らない。自分18だけどアニメのリンク知ってる方いましたね。いるんですね。フィローネ地方は良さそうですね。もう大事なところはチェックした気がします。あとはオルディン。ゾーラ文字ってあるんですか？ゾーラ文字は聞いたことないですけど、あるんですかね。あれどこ行った？あ、いた。いっそのこと全部の言語まとめて表を作ったら確認しやすそう。さっきのあれか。ギルド文字っぽいやつですね。オルディン地方でありそうっていうと、基本なんか建物とかないですもんね。あ、でも最初のあるか。ここら辺ありますね。なんか家みたいなのありますよね。モグマ族の家だったか、あれは。こっちだったかな。ありますよね。ちょっと待ってくださいね。コメント読みたい。スカワ大地にも町があったらさ、そうでしたね。もともとあったってことですもんね。ハイラルヒストリアの最後の方に載ってる漫画にはなんか普通に町があって昔は栄えてたみたいな感じでしたもんね。ここはモグマ族の住処なのかな。でどっか思い出した。あれは結構先の方だったかな。ボコブリンに占領されちゃってる今みたいなところ、ここかな。この辺りちょっと行きましょうか。地図表示しながらやりたいですけどね、それができないんだな意外と。アジン強かったんだな。セバスンならパラシュールなしで大地に降りれそう。ムキムキになりましたからね、彼は。改造人間になっちゃいましたか。逆の方来たかな。逆の方来ちゃったな。こっちか。よいしょ。旧遺族も戦えたの。
戦えたんじゃないですかね。なんでしょう、今残ってるのってまあこう言っちゃなんですけど、なんだろうね、戦いをする必要がなくなったので、もうスカルフトが打ち上がるまでに、打ち上がってからどれぐらい時間が経ってるかわかんないですけど、多分何千年とか経ってるんですよね。そのうちにちょっとなんだろう、戦闘に特化したようなものってのはいなくなっちゃったみたいなことなんでしょうか。戦う必要がないからみたいな。で、旧遺族でいうとなんだろう、敵から逃れるための術を持った種族ですよね。カモフラージュして逃げることはできるみたいですね。でも昔は多分普通に戦える姿だったんじゃないかなっていう、あくまで予想ですけど。あ、いけないのか。ボタン操作で爆弾初めてかも。どうやってやるんだろう。ボタンどうやってやるんでしょうね。使い方が分かんない。スティックか右かな。あ、そういうことか。あー、めっちゃやりやすいですね。さっきの模様、時の扉にも描かれてますね。太陽みたいなやつですよね、多分。さっきの模様、あれかな。なんか天秤みたいな模様のことですかね。ありましたか。時の扉の模様といえば、なんかこれ視聴者の方に教えてもらったんですけど、よく見ると楽譜みたいなやつが描かれてるんですよね。で、あれなんだろうねって喋ってたんですけど、でその楽譜通りに弾いたら時の歌とかになるのかなとか、そんなことをね考えてたんですけど、試したことはないです。どこだったかなあれ。ここら辺行ってみますか。このピンク色のやつがこの家みたいなことですかね。じゃあこっちから行って確認していきましょう。それぐらいしかなんか描かれてるものがなさそう。オルディン地方なんか基本火山だからな、全体的に。ここら辺ですね。ないね。あ、ここも行ってみようか。鈴鹿さんこんばんは。凛花さんですかね。こんばんは。いつも動画楽しく見させてもらってます。生配信は初参加でありがとうございます。これは鉱石だな。ないかな。地面に
もなさそうですね。次。丸と天秤、そうですね。時空石の模様はサファイアと区別がつくように入れた R シリーズの文字とか。そうなんですかね。僕確かここは宇野さんのライブ初めて見た場所でそうなんですね。あとはこの上か。そこまで見たらですかね。時間的にちょうどいいので解読していきましょうか、文字を。よいしょ。やっちゃった。水をあげると口を閉じる帰りのところも気になる。行きましょうか。じゃあ最後そこ行きましょう。初コメです。いらっしゃいませ。トーナさんいらっしゃいませ。ここだな。なさそう。天井もなさそう。なんかラッキーマンみたいに避けてますけど、運よく。じゃあその塔のとこ行こうか。塔じゃなくてカエルのとこ行きましょうか。そこまで見たら一回空の塔のデータに戻りますね。ハープ弾いた、場所の周り、スカイロフトのことでしょうかね。一回折れていきますね。ハープ弾いた場所、歌島でしょうか。続編のあれってどんなやつだろう。オルディンのハープ弾いた場所ってどこだっけ。ここら辺か。ちょっと一回行ってみましょう。ここでしたっけね。ここだな。なんか建物だよね、やっぱりこういう。なんか塗ってあるんだね、こうやって。知らなかったけど。でこれもビートルちょっと偵察してもらおうか。加速。なさそうかな。ありがとうございます。大地の神殿の前もです。じゃあそこも行きましょう。建物
りましたもんね。そっかそっか。違う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 。どこだ？あれ見失ったかも。あった。神殿前行きましょう。ここね。ここ行ってなかったな、そういえば。太陽のマーク。渦巻き。この下とかさ、見てみましょうか。下がすごい気になった。なかったね。なかったなかった。次上見てみましょう。一応ね。なかったですかね。次は神殿の上の方か。あそこリンク行けないから、ひょっとしたらっていう怪しいところではありますね。確かに。ちょっと上に登って、じゃあさらにこっから確か登れたんだよね。ってやってどうだろうな。見にくいな。さすがにないかな。こんな必死でやってギリギリで見えるようなところにはないかな。じゃあ次最後カエルのとこ行きましょう。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。案を出していただいて。よし、ここまでやったら文字の解読いきましょう。山頂区いにしえのここ、あ、違うね、これじゃない、ここですかね。オッケーオッケー。でこの上とかちょっと怪しいか。加速していく。ちょっと角度がえぐい。これ以上上に向けないんですよね。あ、向けた。あ、でもこれ以上上行けないんだ。で時の神殿の時と一緒でやっぱりすぐビトルがダメになっちゃうみたいです。ここら辺とかですよね。
あそこに足場があるな。反対側の足場。こういうとこにあるかな。ないか。なかったね。もう一個ぐらいあったはず。一応ないなあ、ないなあ。うん。ミファーのいのりさん、あ、はい、ありがとうございました。おやすみなさい。時のオカリナでいうハイラル町のマリオネタを見るような感じであればいいのです。そうですね。なんか窓のやつですよね。まあここまでかな。結構回ったけど何もなかったですね。ダンジョン内だったりするのかな。ないのか、どうでしょうね。見つけられないだけなのかも。一番ありそうなのはスカイロフトですけど、なかったからな。結構なんだろう、机の裏とか細かく見ましたけどね、なかったもんね。火山の中に水取りに行く場所ありますが、どうでしょうか。水取りに行く場所、一応もう一回行きましょうか。じゃあこのデータでいけるかも。ありましたね、なんか滝が。ダンジョン内だと切りがない。そうですね。続編のあれがある場所って、お、そっか。あれあれ空の上だからそういうことになるんか。なるほどね。まあもう一回使おうか。じゃあそっか、あれスカイロフトだもんね、空の塔があるのは。なんか同じ共通点とかあるんですかね。共通点探しましたけど、なんだろうな、ダンジョンじゃないっていうところですかね。ダンジョンとは言えないもんな。ゲルドの砦とかダンジョンに、大型ダンジョンに行くまでの道中。その他の2つは主人公の家が1つ、カミトラ2ですね。主人公の家が1つと、もう1つはハイラル城下町かに1つ。バラバラですね。お、この下とか見てなかったな。あれ、この下とか見てなかったな。さすがにないとは思うけど。ないね、なかった。結構見ましたよね。先週がひどかったな、本当に。細かいとこまで見て。ないのかもしれないですね。これだけ見てないってことは、まあないんだろうな。何か見つけた方は教えてくださいね、いつか。滝のところだとこっからですね。
第一に帰還、空の上設定なんですね。はい。スカイロフトだったからってことなのかな。リリリンクさんこんばんは。見つけられるように置いてることもあります。そうですね。わざとらしく置いてるところもありますよね、分かりやすく。ただ時岡の件はすごく分かりにくいですけど、滝の裏ないか。でこの上とか今さっきですね、この放送が始まる前に僕は実は詳しく見ましたけどなかったですね。一回飛ばしてみるか。さすがにないか。ということで、空の塔戻りましょう。何時まで？そうですね、11時ぐらい目安で考えてます。今から文字の解読を改めてします。コンワンゲームズさんこんばんは。さあこれですね。でこれなんですけど、で Wii 版でなんかぐちゃぐちゃってなってて見にくいなって言ってたんですけど、 HD 版もそんなに変わんなかったです。この通りね、結構ぐちゃぐちゃっていうか、こんな感じかな。でこれが前回の解読、前回というか僕が自分でこれじゃないかなと思って解読したやつですね。でこれに行き着いたっていうのは、これを使ったんですね。これが当アプリの作中で使われている入り文字で、スカイモードソードの空の塔っていう限定的な場所に天空と深い関わりがある当アプリの入り文字がね使われてるっていうところで、なんて書いてあるんだろうねっていうのをちょっと気になって解読してたんですけど、でとりあえずの僕が一人で解読した結果がさっき見せたようなわけのわからん並びで、どうなんでしょうね。それが正解かどうかもちょっとわかんないですけど、できればでいいんですけど、過去作の続編隠し用総集とか出してほしいです。過去作の続編隠し用書。あ、それは動画説明欄に URL 貼ってますよ。それで全部紹介してます。で3分ぐらいで見れる動画ですね。そちらに飛んでいただけると全部紹介してますね。でこれなもう一回ね、もう一回これ見せますね。IBGHTURS で深読みすると一応 RS っていう文字は入ってるんですよね。 VFCQ 配信終わり次第見ます。ありがとうございます。はい、全く意味がそうなんですよ、わからないんですよね。
文字は両方ともっていうのは左右のことですかね。左右これ、実は鏡文字っていうか、左右対称になってて、このハイリアの紋章を境に左右対称になってますね。で、この左側がかろうじて読めるっていう状態になってます。あれ、どういう風だっけ。こうかな。こんな感じかな。で、これがトアプリの文字ですね。で、こうした方が分かりやすいかな。どっちが見やすいですかね。元の方が見やすいかな。ちょっと変えてみますね。こっちか。でも暗いですよね、ちょっと。やっぱこっちかな。で、愛、最初の文字が愛だと思うんですね。で、これほぼ確定だと思います。次の文字がちょっと見にくいかな、これ。次が X にも見えますかね。 B かなって思ったんですけど、最初何度考えても分からないですね。でも意味のないものはないはずですもんね。そう思ってるんですけど、適当に置いた可能性もあるのかなとか。3つ目は Y にも思えてきます。 Y か。ちょっと角度変えてみますね。もうちょっと見やすい形にしたいな。こんな感じかな。で、こうした方が見やすいかな。B じゃないかもしれないな。B に似てるのは、でも B に似てるやつがないですよね。すみません、ここってどこの、空の塔っていう終盤のダンジョンですね。トライフォースが取れるところです。トライフォースが取れるところって。なんか言い方おかしいですけど。3つ目が Y にも確かに見える。G、もともと僕が解読したのだと、もともとが、あれどこ行ったかな。あれどこ行っちゃった。
解析はこれか。これだな。IBGH。なるほど。2つ目は B でいいと思いますか。ありがとうございます。一文字目も I でいいですよね。もう IB の時点でもうなんか大丈夫かっていう感じになってきますけど、英語としてもちょっとどうなんだろう。場所分かりました。ありがとうございます。はい。動いてしまうのでスクショの方がいいです。スクショか。スクショ。そうか。その手がありましたね。ありがとうございます。ちょっとやってみます。時間ください。ちょっと。スクショ。押すときに動いちゃうね。ちょっと移動しますね。ズーム前になっちゃうんだ。こっから、ズームとかできないと。そうなんだね。これで分かったりしますか？いや、ちょっと待って。さっきのさ、これかな？これ見やすいですか？見にくいか。これ逆に見にくいかな。スクショを載せておくってのができないんですよね。さっきのが見やすいですかね。ごめんなさい。僕がちょっとまた勉強しておきますね。やり方がよく分かってないって。どの道見にくいんだよな。適当にあれかな、適当に置いたのかな。トアプリの文字をさ、何も考えずに置いたとかいうことなのか。3つ目確かに G っぽい。そうですね。画面切り替えてなかった。IBG の時点でもう意味がわからないんだよな。で、1文字目は I で OK。で、2文字目も B で多分 OK だと思うんですね。3文字目がちょっとね、微妙だけど、G がやっぱり近いかなと。で、4文字目が、僕の最初の解読だと H になってますけど、このなんか右下の丸っぽいやつが H っぽいですよね。H っぽくて、で、次の段が一番左が T。T かな、やっぱり。近い。T が近いですね。次が U で RS ってなってますね。
U は U で、他に近いやつが H ぐらいしかないけど、H は右下の丸いぼっちがやっぱ特徴的なんで、違うかな、やっぱり。やっぱり U かなっていう感じかな。で、S もやっぱりぐねぐねってなってて、下のそのカーブの真ん中に黒いぼっちがあるんで、これもやっぱり S かな。他に近いので言うと、まあ C が反対だけど近いかな。反対から読んだりしてもそうですね。あ、そうか。一回書いておきますね。こちらの解読した文字ってのを一回。開業ができないのかな。よもぎさんお疲れ様でした。はい。こんな感じかな。ちょっと上に固定しておきますね。メッセージ。IBGH。で、S もやっぱり他にそれっぽいやつがないかな。何かの並び替え、確かに。結構等間隔で並んでるかな。縦で読んだとしてもダメか。意味がわからんな。やっぱり。I、えーっと、何かの頭文字なのかな。例えば G があるから G はゲルドとか、なんかそんな風に考えがちだけど、一番上の2つ目は J にもJ は確かにちょっとそうですね、左下がなんかピョンってなってますもんね。確かに可能性ありますね。そうなると IJGH、 うん、シーザー暗号的なやつですか。シーザー暗号的って何ですかね。シーザー暗号って何だろう。P で一番下がやっぱりあれ左がね V しかやっぱ考えられないかな。右上のちょんってやつと左の真ん中に丸い玉みたいなやつが特徴的なやつがあるから、それ以外にはトアプリもあるね。なるほど、トアプリにあるかもしれないですよね、同じものが。例えばハイラル城にあったりとか、神の塔じゃないわ、空の塔はこれ女神像の下ってことですもんね。ハイラル城ぐらいか。ハイラル城周りぐらい。逆から読んでみて。
逆からか。逆から読んでも意味がわからないな。トアプリにあるかどうかすごい気になりますね。今度調べてみましょうか。探してみますか、それもいつか。これ言ったかどうかは分かんないですけど、視聴者の方に教えてもらったんですけど、ツイッターの方かな、フォロワーさんだったか教えてもらったんですけど、風宅の神の塔のトアプリ影の宮殿と一緒のなんか壁の模様の文字みたいな模様みたいな黒いやつが一緒のものがあるって話だったんですけど、それがハイラル城にもあるってことだったんですね。それもハイラル城の墓地っていうすごい限定的な場所だけにあるっていうことだったんで見に行ったんですけど、本当にあったんですね、それが。であれも文字なのか模様なのかまず分かんないですけど、そうやってシリーズ通して意図的に多分置いてるんで、なんか意味はあるんだろうなと思うんですけど、ハイラル城はなんかねそういうのがあったので、このパターンもあるのかなと。なんか過去作で出てきたようなものが出てきたりとかあったりするのかなと。逆から読んでみて、キーボードのひらがなはどうでしょう、確認して。あ、それ確か先ほど視聴者の方がやってくれたんですよね。でも結局意味のわからないひらがなになったみたいなことでしたね。トアプリの時の神殿にもあるかもしれない。時の神殿か。怪しいですね。トアプリにも時の神殿に入れ文字列、あ、そうですか。その時はコピーロットとか書いてます。ありがとうございます。じゃあ意味のあることが書いてあったんですね。トアプリで言うと。単語をデタラメに書いてあっただけだったのであまり意味がない。そうかもしれないですよね。このスカオのこれに関してはデタラメに置いたのかもしれないですね。BCFGHIQRSTUV がアルファベット順で連続してるので、なるほど。アルファベット順か。あ、気づかなかったですね。でも順番が違うか。QRS。そうか。一番下2つ目は E にも見えます。E。見えますね。ちょっと背が低くて、ごちゃごちゃっとしてる感じですよね。あと右にちょっと出っ張ってる感じとか。これは、僕は F って読んだのか。なんか確かに F っぽくないかも。下の棒が見られないので違うかもね。でも右のちょんってやつがなんか真ん中あたりにないのが違うかなって感じはするけど、でも F の下の棒がないっていう点よりは似てる気がする。確かに
3文字目が C か。3文字目、もうこれ、わけわかんないじゃないですか。なんか壺が置いてあるみたいな。C にも思えるし、O とか、そこら辺のちっちゃい背の低いやつに思えてきますもんね。あと、一番上の2文字目が X という線も考えられますかね。先ほど J っぽいとも言っていただいたんですけど、B じゃなくて、でもどうだろう。上の左にちょんって抜けてるところが B っぽさはあるな。でも J と X にもそれがあるか。3つ目もいいね。そうですね。このちっちゃい壺みたいなやつはもう背が低いやつ全般に当てはまるな。別のゼルダシリーズの文字も入ってるんじゃないですか。どうでしょうね。今ハイラル百科開いてるんですけど、他に似たようなやつはないですね。P、そもそもが風拓で言うと、時のオカリナと風拓で言うと、ひらがなとカタカナを形崩したやつなんですね。で、スカイボードソードと、あと敗北ルートと、あとブレス・オブ・ザ・ワイルドは、これはアルファベットを崩したっぽいんですけど、全然形が違うんですよね。曲線があんまりないっていうのが特徴で、角が多い感じですね。そんな特徴がありますね。J に見えてきますね。2文字目ですよね。B じゃないのかもしれない。その左下のぴょんっていうね、払いがJ っぽい。いや、みんなに見てもらってよかった、これ。3つ目、別のゼルダシリーズ。ちょっと待って。今回覆ったのは2文字目が J ってことか。ちょっと分かりやすく残しておきますね。また後で見返すので、今のところI、J、G、H、ここはいいんだよね。T、U、R、S だっけ。あれここ変わってないんだっけ。 T、U、R、S は変わってないね。でそこの E みたいなやつがね、壺みたいなやつが問題なんですよ。VF、C か E か。E はどういうやつだった。あれか。確かにね。E の右のくちばしみたいな三角みたいなやつがね、見受けられないよね。他にちっちゃいやつがないから、やっぱり C なのかな。3文字目は C で、2文字目がね、なんだろう。2文字目が E か F だと思うんですね。
背が低いやつで、やっぱ E なのかな。2文字目が E で、3文字目が C って感じですね。2文字目が E、3文字目が C。こんな感じかな。で、2文字目 E に見える。そうですね。2文字目 E っぽいですね。ヒロさんこんばんは。アルファベット順に26通りずらしてみましたが、特に意味を持った文は出てこない。ありがとうございます。苦労かけました。ありがとうございます。使われてないアルファベット込みで調べてるけど、全然難しいですね。で、最後が9ってことになってるけど、9が近いですかね。やっぱ上の方に円が来てて、棒が縦になってるって、他で言うと G とかぐらいしかないのかな。で、左にちょんってなってるよね。よく見るとそう見えるだけなのか、ちょっとなんだろう、もうちょっとはっきり作ってほしかったな。ここそんな見る意味ないところなんですかね。A と M 似てるから間違えがち。A と M、 A と似てますね。今んとこ解読結果で A と M は出てきてないか。これ以上は覆らないか。どうかな。で、最後は9か。こんな感じかな。L、違う。IJGHTURSVECQ。やっぱり海不明なんだよな。なんでもないんですかね、やっぱり。でもわざわざね、トアプリの文字を載せるっていうところには何か感じちゃうんですけど、でトアプリ自体天空との関係が結構ストーリー上出てきましたよね。ストーリー進行上出てきてっていうのを後から何か拾おうとしてこうやってスカオに残してるっていうことなんでしょうかね。何も考えずにだけど後々何かの役に立つように残しておいた結果がこれなんでしょうかね。そんな気が今んとこはしてますけど、スカオの方が後の作品でってことですよね。ちょっとこんがらがってくるね。まあこんなところですかね。これ以上は多分覆らないと思うんで、今度はじゃあトアプリ見ていきましょうか。そのうち
次の土曜日かわかんないですけど、一回どっかのタイミングでトアプリでこの文字列をね探してみたいな。ハイラル城が多分怪しいと思うし、あとは天空都市あたりが怪しいかなと。でこれも空の上なんで、だからなんだろうな、トアプリの配列文字は天空由来の可能性があるというような、今んとこそんな感じですかね。そんなに根拠はないですけど、そんなところかな。配列文字は昔からあったということを教えたか、そうかもしれないですね。別のルーツで存在していたと。それが細々と伝わってきていたみたいな、そんな感じ。開発中マーさん、こんばんは。C と E はアルファベットの筆跡似てるはずなので C と E、 似てるはずなので似てないのもおかしいのかなと。やはり2つ目は最初の F っていうのもうなずけ。 F、 最初の F、 一番下のですかね。一番下のか。でもですね、 F だと真ん中の縦棒がないんですよね。だからやっぱり誰かがおっしゃったやつじゃないかなと。いいか、今んところいいになってましたね。解読、そうですね、解読してます。はい。落ちてきた位置的にフィローネの森の時の神殿にもありそう。そうですね、そうですね。封印の地に落ちるからそういうことになりますよね。封印の神殿が多分時の神殿、後の時の神殿だと思うので、そうか、時の神殿怪しいですね。ダンジョン、そこ見ていきましょうか。といったところですかね。そうですね、今来た方のために言うと、これスカイボードソード作中なんですけど、それの空の塔っていうダンジョンの入り口らへんにトアプリで使われてるハイリア文字が唯一書かれてたっていうことですね。で、なんて書いてあるんだろうなーって言ってたという、そんな感じです。はい、じゃあ次回、じゃあちょっとあれですけど、トアプリ見ていきましょうか、一回。意外なところでトアプリですけど、一回探してみましょう。これと同じ文字列かわからないですけど、例えばこれで言うと鏡文字になってて、横にハイリアの紋章あったりしますよね。なんでトアプリで言うと、例えばハイラル王国の紋章があるところに、その両側にこういう文字があったりとかっていうパターンが考えられそうですかね。スカオにこうやってなんだろう、トアプリにそれがあるとして、スカオでこうやって示してトアプリのそれを伏線に
後付けで仕立て上げるという、そういうものなのかもしれないですね。ちょっとじゃあ来週探してみましょうか。Please do you best。 どういう意味なんだろう。申し訳ないな、英語。これって天地逆とかないですか？多分ないと思います。一応読めるっちゃ読める文字なので、っていうかこっち側の方がめっちゃ読みやすい。すいませんでした。こっち側めっちゃ読みやすかった。なんだろう、光が当たってるんですね、こっちは。しまったな。というわけで、はい。今日はじゃあこれで終わりたいと思います。時間も時間なんでね読みやすいすいません、本当にごめんなさい。今更気づいちゃってごめんなさいね。楽しめた方は高評価ボタンをよろしくお願いします。そうですね、今来た方本当にごめんなさい。今終わるところだったんですよね。はい、申し訳ないです。最後の最後にこんな見やすいくっきりしたやつ見せちゃってごめんなさい。でこの放送もアーカイブ残るので、今来たっていう方も、見直していただけると何をやってたかっていうのが分かると思うので、よろしくお願いします。はい、1行目 IYZ I ですね。一文字目 I で2文字目がなくて、Y か。Y。あれ？俺の最初のやつってなんて言ってましたっけ？ 3 文字目忘れちゃったけど。G か。G って言ってたんですね。G かなと思ってますね。天地逆さまにしたらです。なるほど。他のもじゃあもし当てはまったらその可能性もありますね。ありがとうございます。でもハイディアの紋章が上下逆じゃないのでちょっと考えにくいかなとは思いますけど、考えの一つに入れてきますね。ありがとうございます。ITV にも見える気がします。ITV T はT、そういうことか。左の方がちょっと丸っこくなってて、そうですよね、右のちょんってなってるのはちょっと似てるんですけど、左の方の丸っぽいやつが T だとないかなという感じですかね。もし天地逆で当てはまったとしてその人を読み解かない。そうですね、また謎が増えちゃいますけどはい、ということで、じゃあ来週っていうか次の土曜日ですね。今日何曜日や？木曜日？あさってか。あさってまたもし来られる方はよろしくお願いします。はい、そちらでは今日のこれみたいなやつを探していきます。で、はいですね、終わりですね。
今までの作品で次の作品につながってる隠し要素集の動画どれか教えて。それは動画説明欄にあるはずです。文字の下の4つの三角の文字の下の4つの三角のように逆さと普通を交互に読む。逆さと普通を交互に読む。なるほど。なんか暗号っぽくなってきましたね、いよいよ。お疲れ様でした。さっきの英語は、あなたは別荘を尽くした、尽くしてくれたとか、ありがとうございます。申し訳なかったですね、英語の方。こちらの声は、言葉は通じてるのか、ちょっとわからないですけど。あれ違うじゃないですか。普通に日本の方ですよね。急に英語出てきたからびっくりした。普通に日本の方でしたね。ありがとうございます。はい。来るの遅かった。いえいえ、そんな。よろしければアーカイブも見ていただいて。動画説明欄。はい、そうですね。はい。すいません。終わる詐欺ですいません、本当に。じゃあ今度こそ終わりますね。あさってよろしくお願いします。来れる方はよろしくお願いします。ということで、失礼します。おやすみなさい。切ります。